皆さんこんにちは、アイアンウッドです。今日から東南アジア4カ国周遊の旅行記をお届けいたします。2023年12月29日朝の7時前です。神戸空港におります。で、神戸空港から飛行機乗るわけじゃなくって、ここのね隣に関空神戸ベイシャトル、ここからね船に乗って関西空港に行きます。今搭乗のね15分ぐらい前なんですけども、中に入ってねちょっと待っておきたいと思います。アシアナ航空でチェックインしました。で、私ビジネスクラスなんで一人も並んでなかったでサクサクっと行けました。エコノミークラスもね結構並んでるんですけど、ここねゲートがむちゃくちゃ数が多いからエコノミーでもそんなに並んでないね。で、どっちかって隣のキャセイの方が人が多いなって感じですね。で、この後ね出国審査がねすっごくとんでもない行列になってるんですよ。本当はあそこのね先に出国審査あるんだけど、このねチェックインカウンターの後ろ、そこまで出国審査の列並んでます。私はねそこをパスできるカードもらいましたんで、出国審査もサクッと出れそうです。ファーストレーンねすごいですよ。誰一人並んでなくって、私と子供と2人でねスッと通って、その後のセキュリティも一般のね人と同じセキュリティ通るんですけど、ファーストレーンの人はね VIP 扱いで通れました。その後出国審査するんですけど、びっくりします。日本人の列一人も並んでません。なのでここまでね、なんだろう、1分2分3分そんなレベルでここまで来ました。ここが12月にできたばかりのウォークスルー型免税店なんです。で、いろいろねいろんな商品があって面白いね。お酒でもね100万円超えるのがあるんですよね。いやもうちょっと僕には縁のない世界でなのでスッと通ります。8時40分でね搭乗までまだ1時間半以上あるんです。むちゃくちゃスムーズに来たんですけど、 ANA ラウンジに着きました。でね、ここから入るんですけどビジネスクラスですので搭乗券だけ見せれば OK です。中はね広いんですけどね、食事とかねここ大したことないね。こんだけやね食事は。あとアルコールはねいろんな種類がありましたので、私はねワインいただきました。子供はビールですね。ここでねしばらくのんびりしておきます。景色がいいような良くないような、なんとも微妙な場所ですねここね。はい、関西空港を飛び立って40分ぐらいですかね。なんとなくこれ日本海のような雰囲気のところに来ました。で、機内食がやってきました。韓国料理あるんかと思ったら韓国料理なかったですね。牛肉かそれか焼き鳥かってなってたんで牛肉にしました。で、ハイネケンのビールいただいて、今から、昼食になるのかな、11時半ぐらいですのでね。で、子供の方は赤ワインもらってますね。飛行機がね機材が大型化されてたんですよ。もともと僕予約した時はナローボディだったんですけど、ワイドボディの A350 に変わってて、シートもねこれフルフラットでね、足出てきたの分かります？足がねぴょこ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 今フルフラットしたらご飯食べれないでベッドしませんし、韓国までもうあと1時間ちょっとなんでねベッドする時間ないんですけど、めっちゃいいです。今パンくれました。大型化されたことでめちゃくちゃね静かなんですよ。で、しかもビジネスクラスこれ一番前なんですわ。ですから前の方で大型機材、これいいね。揺れもないし静かやしね。インチョン空港に到着いたしました。もうほんとね快適な旅でね、降りるのがねなんかちょっと寂しいぐらいの感じがします。で、 CA さんすごくね親切で、良かったですよ。挨拶も来てくれて、最初とね最後ね挨拶来てくれましたね。でね、残念ながらね機内アナウンスがやっぱ日本語ないんですよ。香港の時にびっくりしたんですけど、今回のアシアナ航空もない。これどういうこと？ただ CA さん結構そこら中で日本語で挨拶してたから、日本人さすがに年末年始多いみたいなんですけどね。なんかもうやね。13時14分出国審査も終わってインチョン空港のね外へ出てきました。
でトランジットの場合、そのままね空港の中で待機することもできますし、私のように入国することもできます。事前にどこかに申請する必要はありませんので、着いてから判断したら十分です。で入国審査の時に韓国のね連絡先書かないかんのですけども、トランジットだからありませんので、トランジットって書いてたら、いつどこへ行くんやと、でいつ行くんやって言われたので、次の行き先とそれからね今晩出るって言ったらポーンってスタンプくれました。6時間ぐらいまだあるんですよ。なのでね、どこへ行くかってちょっとね、ソウルの街まで行くのはしんどいんですよね。でここいいのがあるんですよ。カジノウォーカーヒルのカウンターなんですけど、ここにパラダイスカジノのねクーポンがあるんです。でなんとね7万ウォンのクーポンね、ここのね、よいしょと、これ2つクーポンありますけど、右側がインチョンのパラダイスカジノで、このクーポンを持っていくと7万ウォンね掛け金くれるんですよ。さてどうなるかはパラダイスカジノへ行ってからご案内いたします。なので今回ね、私今両替もしてません。シャトルバス無料で行けますから、これでパラダイスカジノまで行って一勝負して儲けてここへ帰ってこようと思ってます。はい、カジノね出てきたんですよ。夕方4時です。で2時から、ショーがあったんですよね。ですからちょっとバックはねショーを流しながら喋っておきますけども、クーポンをね5万と2万とね2枚くれました。で5万に関しては、そのテーブルゲームで一発勝負ですね。で私と子供と大小でそれぞれかけて5万ゲットできました。でそれを1万のねチップくれたんで3万と2万に分けてその後遊びました。それと2万のね、クーポン、こっちはスロットマシンです。でスロットマシーンもなんやかんやね、遊んで何千円か忘れ何千本か忘れたんだけど、それを一旦現金に変えて、でもう一回、かけました。で人がいるところはね最低ベッティング高いんですよ。で僕ルーレットかけようかと思っていたルーレットは最低3万からでした。大小が1万から。それからね、テレビゲームみたいな同じ大小とかルーレットあるんです。そっちは1000とか2000とかが最小のベッティングになってますので、なんやかんや言うてね、勝ったり負けたり負けたり負けたり勝ったり負けたりの繰り返しで2時間遊べました。結局2時間遊んでチャラになりましたけどね、もともと0円でね来てますから楽しかったです。でね、この先がなんか色が変わった色があって、何なってんかなちょっとよく分かってないんですけど、この奥行ってみます。なんか分からんけどクリスマスツリーっぽいですね。でこれ日本以外のね国どこもそうなんですけど、クリスマス過ぎてもねクリスマス飾りしてますよ。これからねあとまだ3カ国行きますけど、それぞれの国でねもっとね立派なクリスマスツリーをね撮るつもりにしてます。で韓国はね寒かったです。ちょっと外撮ってないんですけど、外雪積もってました。ちょっとですけどね。これフードコートに出てきた感じがしますね。しっかりねメリークリスマスって書いてます。今日ねごめんなさい、今日12月29日だからねもう終わってるんですけど、日本だと本当ねすごいですよね。12月25日だと一斉に撤収しますけど、外国でそんなん見たことないです。こんな感じでね、これ年明けてもまだねクリスマス飾りやってますよ。レゴだなここはね。向こうにでかいツリーがありますね。あれこれ生きてないね。剥製やね。びっくりした。なるほどね。ここがね韓国で一番大きい IR なんです。ですからカジノやってない人もこんな感じでねいろんな場所で楽しんでます。で僕ホテルここ泊まらないんで、この辺りでお別れしようとは思うんですけども、今からインチョン空港へ帰って次のね飛行機の準備にしたいと思ってます。5時ね10分に空港帰ってきました。
で、ここアシアナ航空のチェックインカウンターで、次の便も実はアシアナ航空なんですけど、もう関西空港でチェックイン終わってます。ですから僕らはあそこ寄らずに、まっすぐね、出国の審査の場所へ向かいます。わ、並んでんちゃうかい。まあ今回はしょうがないね。ファーストレーンはどうなのかな。あるのかどうかも調べてないですけども、まあ知れてるわ。関空のこと思ったら大したことないね。まあここ並んどきましょうか。アシアナ航空のメインのラウンジに来ました。広いんです。広いんだけど、食事ほどね、大したことなかった。もっと期待してたんですけど、それでね、まあちょっと小腹が空いたので、軽く食べるのと、ビールをね、いただきます。で、これビールね、面白いんです。これ下からね、上に向かってぐる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 って上がってるやつで、で、色がカラフルだったんだけど、取りそびれました。私が取りそびれてた動画を子供が撮っててくれてました。スマホでね、縦画面ですけども、こんな感じでね、下からね、泡が上がってきて、レインボーでね、色がくるくる変わるんです。これ楽しいんですよ、むちゃくちゃね。で、こんな感じでラウンジを楽しんだ後、次のね、2カ国目に出発します。行き先を言ってませんでしたね。フィリピンはマニラに向かいます。夕方出ますので、マニラに着くのは深夜になります。次回マニラ編をお楽しみください。ではね、旅行記もあれですけども、YouTube のね、高評価、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。